皆さん、こんにちは。今回は A2Z のニューモデル ASF をご紹介します。ASF は日産 NV200 バネットをベース車にし、FRP パネルのシェルを仮装したキャブコンキャンピングカーです。一般的な長さ5メートル、幅2メートルの駐車枠に収まり、ボンネットを持つ乗用車のような感覚で運転できるのが特徴です。それでは、室内に入ってみましょう。コンパクトなベース車ですが、キャブコンですので、高い室内高と広い室内が確保されています。室内高は 1890 ミリですので、大人が立っても頭が天井に使えることはありません。リアエントランスですので、全部は広いダイネットになっています。明るい木目の家具と間接光を生かした照明で、おしゃれな室内を演出しています。ダイネットシートと対面して、広いギャレーキャビネットが設置されています。両側に網戸とシェードを組み込んだ大きなアクリル二重窓があり、明るい室内になっています。もちろん断熱効果も期待できます。2人旅に適したレイアウトですが、ベンチシートにも2名が乗車できますので、乗車定員は4名です。運転席、助手席の上部には、バンクベッドも備えられています。バンクベッドは、ベッドボードを並べてセットします。バンクベッドに上がるラダーも標準装備です。バンクベッドは、最大奥行き2200ミリ、幅1800ミリの大きさ。家庭用のキングサイズベッドの大きさに相当する広いベッドです。ダイネットも展開すると、長さ1900ミリ、幅1200ミリのベッドになります。家庭用では、セミダブルベッドの幅に相当します。ダイネットのベッド展開は座面を引き出し、背もたれをはめ込むだけで簡単にできます。ベッドの下は収納になりますので、就寝時、荷物で煩雑になることはありません。次に、左側のギャレーキャビネットを見てみましょう。ギャレーキャビネットの天板には、シンクとフォーセットが設置されています。シンクの下には、各10リッターの給排水タンクが収納されています。調理面は広く、シンクのガラス蓋を閉めると、広いカウンターになります。冷蔵庫は49リッター横開き式を標準装備。冷凍室もありますので、製氷や冷凍食品の保冷ができます。電子レンジはオプションで設置できます。1500ワット制限波インバーターはオプションなので、外部電源がないところで電子レンジを使う場合は、インバーターも設置する必要があります。ギャレー上部にはオーバーヘッド収納が設置されており、多くの食器や調理用具などを収納しておけるでしょう。電子レンジの下には扉付きの収納が用意されています。また、ギャレーキャビネットの隣にも収納棚が用意されています。後部には多目的ルームやクーラー、収納が配置されています。ここは多目的ルーム。トイレを置いてトイレルームにすることもできます。車外へのドアもありますので、車外から直接荷物を積み込むことができます。オーバーヘッド収納はギャレー上部に加え、反対側のダイネットの上部にも設置されています。限りある室内スペースですが、ASF には多くの収納があるので、車内に荷物が散乱することはないでしょう。エントランス横には大きなシューズボックスが用意されています。空調は車載用クーラーが設置できます。クーラーはサブバッテリーの増設とセットオプションになっています。暖房は FF ヒーターがオプションで設置できます。マックスファンベンチレーターもオプションです。19型のテレビはオプションで、ギャレーキャビネットの後部に設置できます。角度が調整できるテレビアームも用意されています。伝送系は 105Ah のディープサイクルバッテリーを1個標準装備。外部電源用チャージャーやインバーターはオプションです。180W のソーラーシステムもオプションで装備できます。残念ながら、リチウムイオンバッテリーのオプションは設定されていません。伝送系のスイッチは、エントランスのすぐ横に設置されていますので、車内に入る前に照明をつけることができます。車体サイズは全長 4985mm、
全幅 1980mm、全高 2580mm です。乗車定員は大人4名、就寝定員は大人4名です。ASF のように NV200 バネットをベース車にしたキャブコンは他社にはありませんが、同社の従来のアルファシリーズが併売されています。これはアルファハイタイプ2の室内。一般的なリアエントランスのレイアウトで、全部は広いタイザダイネットになっています。これはアルファタイプ1の室内。タイザスタイルのダイネットも選択できます。インテリアは2種類から選択できます。家具色は同じですが、シート色やカーテンの色が異なります。アルファもバンクベッドが設置されています。ベッドサイズは奥行き 2210mm、幅 1740mm で ASF とほぼ同じです。ベッドを使用していないときは収納スペースとして使用できます。走行時に荷物が落下しないようにベッドエンドが跳ね上げられます。ダイネットベッドは車幅方向の長さが 1850mm、車長方向の幅が 1200mm で ASF とは就寝方向が異なりますが、大きさはほぼ同じです。後部のレイアウト。多目的ルームとギャレーがあります。ギャレーキャビネットにはシンクとフォーセットが設置されています。冷蔵庫が設置されるキャビネット。上下には収納が設置されています。冷蔵庫は ASF と同じで49リッター横開き式が標準装備されます。電子レンジも ASF と同じくオプションです。冷蔵庫の下には大きな収納が用意されています。アルファの多目的ルーム。ASF 同様、アウトドアアクティビティなどの用具を車外から積み込むことができます。オーバーヘッド収納は ASF と同様にダイネット上部、ギャレー上部、さらに最後部に設置されています。冷房は家庭用のポータブルクーラーが用意されています。電装系は ASF と同様で、リチウムイオンバッテリーは設定されていません。アルファは新しいエースシリーズではありませんが、レイアウトの選択肢として有用です。特にタイプ1は3名が前向きに乗車できますので、ファミリーにおすすめのレイアウトです。それでは ASF に戻りましょう。ASF はアルファとともに NV200 バネットをベース車にする唯一のキャブコンキャンピングカーです。同社の伝統的な明るい木目の家具色を採用しながら間接照明を生かした洗練されたインテリアが魅力です。現在はこのレイアウトのみですが、今後アルファでラインナップされていたレイアウトも追加されることが期待されます。また、クーラーも設置できるようになりましたが、やはり長時間使用できるリチウムイオンバッテリーのオプションが望まれます。ASF の仕様と価格は下の説明欄をご覧ください。価格などを含めたさらに詳しい比較表はキャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただきありがとうございました。